これでバガミールになります。これで、ビッグマック昇降機になります。これで、ロボットモードになります。これでマックフライポテト2号機になります。これでポテトロボになります。で、アストロスイッチを入れてあげると、はい、こんな感じで。こんにちは。ダブルチーズバーガー大好きスタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ハンバーガーとかが変形するおもちゃです。それでは見ていきましょう。ということで、最近ね、こちらの、マクドナルドとエヴァンゲリオンが、コラボしたね、この変形するおもちゃの動画、出しましたけれども、もうすごいですね、大反響でして、YouTube、X、TikTok 僕やってるのでその3つにあげたんですけれども、もう結構ほんとすんごいくらいね、どれも再生されております。はい。ということででもないんですけど結構コメントでね、なんか昔ああいうのあったよねとかっていうコメントで、よく出てきたのがこちら、仮面ライダーフォーゼのフードロイド。はい。懐かしいなと思ってね。はい。これもちょっとね、比べてみたいなと思って出してきました。フードロイドたち。はい。と、あと一応、知ってる人少ないかもしれないんですけれども、ザ・アクセスさん。ね。シーバトロンとか、いろいろ出してる、フックトイ出してるところですけれども、の、フードバトロンっていうのがあります。はい。この、ハンバーガーとポテトとミルクというね、はい、このラインナップなんですけれども、はい。これも、おもろいのでね、これも一緒に見ていこうかなと思います。あと一応ね、中国でもね、このフードバトロンみたいなやつがあるんですけれども、なんか色がちょっとね、でもソフトクリームとかあるか。でもケーキがね、ちょっとファストフード感ないんだよな。で、飲み物がなんかよくわかんない。フルーツミックスみたいな感じかな。はい。一応ソフトクリームあるから、これも出していくか。はい。という感じで、はい。それでは早速取り出していきましょう。それではね、見ていきましょう。まずは、こちらね。はい。仮面ライダーフォーゼフードロイドよりバガミールだね。はい。こんな感じになっております。やっぱこれと比べるとさ、はい。マックはだいぶね、ビッグマックなんで、はい。リアルに作ってますけど、バガミールはね、フードロイドって名前のごとく、ちょっとロボ感がね、ありますよね。機械感が。はい。ありますと。はい。そして、一応これもね、はい。比べると、こんな感じになっております。はい。これはちょっとね、食べ物に寄せた見た目だね。はい。ということで、早速、バガミールからね、変形ちょっとやっていきましょうか。はい。こんな感じで、開いてあげて、足出して、はい。で、腕ね、はい。出してあげて、で、ここ回転させて、はい。目出してあげれば、はい。これで、バガミールになります。はい。こんな感じですね。こうやって車輪でね、はい。足の車輪でコロコロしたりもできます。で、これね、アストロスイッチがあれば、ここに差し込んでね、こう頭が回転するっていうギミックはあるんですよ。もともとあるんですけど、これ、ちょっと壊れててね、はい。もう、この回転ギミックはできなくなってます。はい。っていうね、結構大きいですね、フードロイド。こうやって見ると。はい。で、じゃあこの、エヴァの、これ、変形させていきましょう。はい。これは、こんな感じで、はい。開いてあげて、はい。で、ここも開いて、はい。で、はい。腕をちょっとどけてあげて、で、足を、はい、下にやって、反対側も足を下にやって、で、腕を下ろしてあげて、はい。で、これ背中に
持っていくと。はい。これで、ビッグマック昇降機になります。で、まあ一応 AT フィールドもね、はい、こうやって取り付けることもできると、はい、いう感じになっております。いや、結構ね、やっぱこれも大きくてね、すごい遊び応えがあるんだよね。はい。そして、これ、はい、ザ・アクセスのフードバトロンがこっちだね。で、こっちが中国のやつなんですけど、まあ、これほぼほぼ一緒というか、まあ一緒なんで、まあ、ちょっと一応やっていきますか、変形。はい。こうやって足を取り出してあげて、で、回転して、で、こっからつま先を出して、で、ここパカッと開いて、はい、腕を出すと。はい、こっちも腕を出します。で、くるっと回転させて、頭を出してあげれば、はい。これで、ロボットモードになります。で、まあ一応、このフードバトロンとかザ・アクセスのシリーズはこういう武器もね、ついてるので、はい、武器もこうやって持たせることができます。顔がね、このなんとも言えない顔ですけれども、はい。こんな感じになっております。で、まあ一応ね、はい、これもちょっとだけ見てみると、ほら、もう一緒です。顔とか。はい。なので、まあ変形はさせませんけれども、全く一緒です。はい。まあ、っていう感じでね、はい、このハンバーガーから変形するやつらだけでも結構、もうそれぞれ個性があってね、違いがありますね。はい。じゃあ次は、このポテトいきますか。はい。このポテトまずは、このね、仮面ライダーフォーゼのフードバトロンから、はい、ポテ貯金からいきます。はい。これは、まずここだね。はい。ここを開いて、ここを開いて、まあここもちょっと開いてあげると。はい。これでポテ貯金になります。で、これは、これを、こうやって回転ね。まあネジというかゼンマイか。はい。こうやって巻いてあげて、で、アストロスイッチを入れるとギミックがね、発動するので、いきましょう。はい。ジタバタギミックという、はい。このギミックがあります。かわいいね。はい。はい、っていう感じでね。じゃあ次は、こちら。はい。エヴァのやつね、いきましょう。まずは、はい。ポテトの槍外して、で、足を伸ばして、体も伸ばして、ここを上にずらしてあげて、足を伸ばして、はい。で、後ろ開いて、で、ここパカッと開いて、はい、腕を下ろしてあげると。はい。で、ポテトの槍を持たせてあげれば、はい。これで、マックフライポテト2号機になります。はい。やっぱ、変形工程がね、結構、多め。で、なんかしっかり変形してる感があって、いいですね。まあ逆にこっちのフードロイドはね、簡単な手順でカチカチ遊べるので、楽しいですね。はい。じゃあこっちね、行きましょう。はい。これはもうほんと一緒だね。これも。はい。まあ、若干ね、違うところがあるんで、これは2つとも変形させようかな。はい。こうやって、これ反対側にするの面白いよね。これをポテトの向きを。で、ここ開いてあげて、腕を出して、はい。で、このね、部分開いて、で、最後頭回転すれば、はい。これで、ポテトロボになります。はい。この、中身が黄色いっていうのもね、また、いいよね。ポテトロボならではで。はい。じゃあ、こっち中国版もね、やっていきましょう。はい。中国版はちょっと色がね、はい。これ違いますね。塗装の色が。はい。で、こうやってあげて、で、くるっと回転させると、はい。これで、ポテトロボになります。この塗装がね、中国版の方がありますね。はい。って感じで、ここのマークも変わってます。はい。で、
まあこれね、これで持たせてあげるという感じですね。はい、これがポテトです。はい。じゃあ次は、こちら行きましょう。これはフラシェキーだね。シェイクだね。うん。はい。シェイクですけれども。はい。これ行きましょう。これめっちゃ簡単なんだよね。はい。これ開いてあげれば、はい。これでフラシェキーになります。はい。で、これも、ここをね、はい。回転するネジがありまして、これ巻いて、このアストロスイッチを、はい、この中に入れるっていう、これまたおもろいんだよね。はい、入れてあげて、やると、はい、こうやって自由自在に、はい、動き回ります。はい。ちょっとね、もっとネジ巻けばもっと動くんですけど、はい、このぐらいにね、しておきましょう。はい。かわいいね。はい。そして、エヴァの方ね。これは、これいきましょう。はい。外してあげて、これもこうやって外して、畳んで、足伸ばして分割して、で、腕ちょっと下に下げて、で、はい。これを、この手の部分に取り付けてあげると。はい。これで、マックシェイク0号機になります。はい。いや、これもね、このエヴァの中では一番少ない手数ですけれども、しっかり0号機になっててね。はい。ヤシマ作戦の、この盾ね、持ってるの。おもろいね。はい。で、これね、はい、フードバトロンの、はい、飲み物ですね。ミルク。はい。で、これは、フルーツミックスとかかな。はい。こんな感じになってます。かわいい。かわいいね。はい。じゃあ変形させていきましょう。ここ開いてあげて、で、ちょっと下からいくか。はい。下からいって、で、これを開いてつま先を出すと。はい。で、ここを、はい。腕がね、はい、出てきますので、腕を出すと。はい。これさっきのね、ハンバーガーの変形と似てますね。はい。で、ここ、パカッと開いて、差し込んで、胸に取り付けると。これ美しいよね。はい。で、頭を出してあげると、はい、これでミルクロボになります。これまた、ね、なんとも言えない顔してますけれども、はい。これをこうやってまた武器あるので、これ持たせてあげるっていう感じですね。はい。で、一応中国版の方もね、やっていきましょう。はい。腕出してあげて、反対側も腕を、腕がね、ほんと、出しにくいんだよね、これが。はい。反対側から、こうやった方がいいか。はい。で、腕出して、で、下伸ばして、で、こうだね、つま先出すと。で、胸に取り付けて、頭出してあげれば、はい、これで中国版のね、このジュースロボになります。こんな感じですね。これは全然色違って面白いね。はい。こんな感じです。じゃあ次は、これいきますか。はい。これいきましょう。でも、まあでもいいか。はい。ソフトーニャいきましょう。はい。ソフトーニャね。はい。ソフトクリームだね。はい。こんな感じでコーンの部分に模様とか書かれてますけれども。変形させていきます。はい。ここを割って、こうやって回転させて、つま先出して、で、あとはここをパカッとね、はい、開いてあげれば、はい、これでソフトーニャになります。で、これも、こうやってね、頭をくるくるね、回転させて、で、アストロスイッチを入れてあげると、はい、こんな感じで回転します。はい。まあ、こうやって置いてね、回転させとくみたいな。まあ、これね、扇風機としてね、使いたいところなんだけど、風はないです。はい。まあ、なので、普通に回転させておくだけって感じですね。はい。っ
で、一応中国版のね、はい、このファストフードセットにこのアイスクリームあったんで、これも変形させていきましょう。はい。まずこれね、足を出してあげて、はい。こっちもつま先出して、で、ここを割って、回転させて、で、ここの腕を、はい、下ろすと。こうだね。反対側も、こうやって腕を出してあげて、最後に、この頭をね、はい、こうやって、うまいことね、はい、取り出してあげれば、はい。これでソフトクリームロボになります。はい。なんか不思議なね、色合いしてますけれども。で、あと体が結構ね、デフォルメ体型というか、はい、ちょっとずんぐりしてます。って感じだね。はい。じゃあ次は、もうここら辺からはもう、あれですね、特に、関連したアイテムとかはないけど、はい、これいきましょう。ホルワンコフだね。はい。ホルワンコフいきましょう。ホットドッグ。はい。です。で、ここにね、ホルワンコフの、焼き印というか、はい、これがありますと。で、いきます。はい。開いてあげて、で、ここから、これショベルのバケット出して、はい、後ろこうやって固定して、これパカッと開いてあげれば、はい。これで、ホルワンコフになります。はい。可愛いんだよね、ホルワンコフが。はい。で、こうやって、コロコロね、して遊ぶこともできますと。で、このボーンミサイルがね、はい、ついてまして、これを、ここの穴に装填して、はい、カチッとね、して、で、ちょっと待って、アストロスイッチ、はい。これを、ここにセットして、これ逆か、こっちか。はい。こうやってやると、はい、こんな感じで、ミサイルをね、発射するというね、ギミックがあります。はい。ちょっともう一回いきますか。こうやってやる。はい。ミサイル。ね。発射できます。で、使い終わったら、ここにね、また、はい。こうやって取り付けておきますと。いう感じで、あとここのバケットがね、こうちょっと動いたりとかって感じですかね。はい。で、これ行きましょう、次。はい。これ中国のね、はい。ファストフードシリーズの中になぜかラインナップされているケーキ。はい。なんかこの黄緑がまたなんかね、ちょっと違和感ありますけれども。はい、じゃあ行きましょう。ここパカッと開いてあげると、これワクワクするよね。この開いたらなんかロボット見えるみたいな。はい。で、足を伸ばしてあげると。はい。で、ここパカッと開いてあげて、腕をこうやって前にね、取り出してあげますと。はい。これで、ケーキロボになります。はい。これね、なんか、こう、すごい、まとまりがいいというか、スタイルが、いいですよね。側がこの部分だけだからね。はい。これめっちゃ、なんか可愛いね。はい。こんな感じになってます。ここをそのまま足にしてるのも潔いですよね。はい。っていう感じで、じゃあ最後ね、はい、行きましょう。最後は、はい、こちらです。これもね、フードロイドなんですけれども、ナゲジャロイカね。はい、こんな感じになってます。ナゲットだね。はい。こうやってこのままでもね、コロコロさせることができます。で、これ蓋をね、まず開けて、はい。で、くるっと回転させて、下にね、取り付けて、パチッとね、はい、取り付けて、ここを、はい、ガパッと開くと、はい、これで、ナゲジャロイカになります。はい。で、一応、このね、下の部分、これを、こうやって後ろにね、持っていってあげることで、この他のフードロイドをこうやって運搬することができます。あとアストロスイッチこうやってね、運んだりとかできます。はい。そして、このナゲジャロイカのアストロスイッチギミックが、ここを押してあげると、はい、こんな感じで、中のナゲットたちが吹っ飛びます。はい。
っていうのがあって、でさらにちょっと、はい、画角下にしますけど、このナゲットたちね、はい、ちゃんと一個一個目の色が変わってます。はい、こんな感じで。でこれが投げ目で、はい、でこれが投げスト、はい、で投げよで投げロパだね。はい、でこれをこのね、はい、部分でこう連結させることができます。でこうやってね、はい、はい、こうやって走らせることができると、はい、っていう一応遊びもね、はい、できます。っていう感じでしょうか。はい、こんな感じで、はい、いろいろ遊べますね。はい。いや、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、僕の持っているこのファーストフードおもちゃシリーズをね、はい、見比べてみましたけれども、はい、やっぱみんな違ってみんないいのはね、もちろんのことなんですけれどもね、フォーゼとかめっちゃ懐かしかったですよね。はい。で、あとやっぱ、ちゃんと人型に変形してるこのフードバトロンとか中国のこのね、はい、同じシリーズ。これもね、やっぱすごいなと。うん。やっぱ、ロボットに変形するって、ね、なんだろう。なんか安心感あるというか、もうそれだけで、なんか納得するというか、謎のね、安定感みたいな、なんかそれありますから、はい、素晴らしいですね。はい。うん。やっぱロボットに変形するの難しいと思うんで、ね、こういう、ね、なんか例えばハンバーガーから人型にとかってね、だいぶ難しいと思うんで、ね、それを考えるとこの、フードバトロンもそうだけどエヴァのシリーズもこのエヴァのねキャラたち、初号機とか2号機とか0号機とかっていうねキャラを守りつつね変形させてるっていうのをね、しかもこの今の時代にね3900円ですかっていうもうおかしい値段で、抽選でしたけれども出してるっていう、それも本当にもうすごいね、チャレンジというか、マックのなんていうの、プロモーションですけれど、はい、なんか心意気みたいなのを感じましたね。はい。なので今後も出してほしいね、こういうシリーズは。やっぱね、一番はハッピーセットとかでね、誰でも手に入るような、感じで出してもらいたいけど、それが難しければ、ね、今回抽選だったけどね、せめて受注販売とか何かしらみんなに行き渡る方法でこういうのが発売されればいいなと、思いましたね。せっかくすごいいい商品だと僕は思ったので、はい。っていう感じでしょうか。はい。ということで皆さんも何かコメントあったら、よろしくお願いしますね。フォーゼ見てたとか、フードロイド持ってたとか、フードバトロン持ってたとか、何でもいいので、僕はこういうのもありましたよとか、ハンバーガーから変形するやつ他にもありましたよとか何でもいいので、よかったらコメントしてみてください。ということで今回の動画以上になります。はい。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたり、限定動画見れます。あとグッズも発売してますので、よかったらチェックしてみてください。以上、スタルケルでした。